まず座禅の時に瞬きの回数を減らすことなんですね。瞬きの回数を減らすということがその気持ちを、落ち着けるというのと集中させるということにつながります。で無理して瞬きの回数を減らす必要はありませんけれども、緊張してるとどうしてもこういうふうになってしまうんだけれども、我々は修行の道場はですね、瞬き今こう半分目を閉じましたよね。そうじゃなくて目ずっと開けっぱなしですから、活眼っていうんですけど、活は活性するの活ね、生活の活です。活眼っていうんですけど、こうやってぐーっと開けてもう40分ずーっと開けっぱなしだから、瞬きしたらバカーンと叩かれるわけですよね。だそういう座禅もあるぐらいだから、瞬きの回数というのは一つの目安であるということが一つ。それから座禅の時、座禅の形というのはじゃ一体何かというと、座禅の姿っていうのは特殊な姿じゃないんですよね。これね、みんななんか特殊な姿のように見るかもしれませんけれども、人間が立ってこうした時に背筋がピンと伸びてね、今スマホなんか見てるとこんなになっちゃったりとか、年寄りになるとこんなになっちゃってとか、あるいはなんか横から見るとおかしいですよね。あれじゃなくてきちんと背筋を伸ばして顎を引いて垂直に立って、その時ってどうやって見るかって言ったら、耳と肩とがこうピシッとこう合ってるとか、そういうふうなことでこう出てないとかこうあるじゃないですね。左右に傾いてないとかで、それと全く同じなんです座禅は。ただそれを足を折っているだけの話で、特にその本なんかでぐっと腰を入れなさいとかなんだとかってこういうふうに脊柱を伸ばしなさいとかって言うかもしれないけど、そんなことではなくて、普段の生活の正しい生活をそのまま足を折ってここにいますというふうに考えていただきたい。そうすると無理がなくなるんですね。でもし座禅の姿が少し崩れてるということは、日常生活の姿勢が崩れてるということです。で、じゃあなぜ足を折ってこう組むんだと、立ってじゃあどうしてできないんだと、あるいは椅子に座ってみたいなものがあるようですけれども、それとは何が違うのかということはですね。でこう足を折った瞬間にこの尾てい骨のところが一番下になりますよね、人間の体の。立ってる時はちょうど真ん中ぐらいにあるわけですよね。だから足が椅子に腰掛けていても足が存在しているということは、やはりここが一番真ん中にあるということは、あまり意識されないということですよね。ところがこう足を折った瞬間にそこが一番下だから、どうしたってここのところが最後になって、ここが一番頭ですから、頭と下ということでこう意識することができるということなんですよ。でよくお腹に丹田に力を入れなさいとか、気力がどうのこうのとかってこういうふうに言うんですけれども、やはりこのお腹のところっていうのはどうもそういう中心のようですよね。ですからその立ってなかなか意識できないところを座って一番下に置いてくることによって、ここが意識ができるということになって、そのためにこういう形をとっているんだろうということなんですね。でその時にじゃあどういうことが起きるのかっていうと、呼吸をして横隔膜が上がったり下がったり上がったり下がったりとこういうふうにするんですけれども、実は慣れてくると座禅というのはそれだけではダメで、横隔膜を動かしているだけじゃなくて肛門を締める。横隔膜が入った時に下がってくるんですね。吸った時にこうやって上がってくるわけですけれど、この下がってきた時に肛門のところからぐっとこ
お尻の穴を締めるという形よく言いますよね。そういう形で、骨盤底筋群というのが、一番この下に男性でも女性でもあって、骨盤底筋群というのがあります。で一番下に骨盤底筋群があって、ここに横隔膜があって、これをこういうふうに息を吐くとこっちが自然に下がりますから、グッとこう肛門を締めることによって骨盤底筋群が上がってくるんですね。そうすると上がってくる人ってこんなに上がるわけじゃないですよ。ちょっと上がるだけだけど、こう上がってきた瞬間にここのところが圧迫されますよね。ここに圧力がかかるんですよ。これが腹に力を入れろっていうことなんです。だからよくなんてやってるのは全然違う。自然に下がってきて骨盤底筋群をグッとこう上げることによってグッとこう膨らんでたボールをグッとこう締めるような形。そうすると自然にその反発力でお腹に力が入る。そして息を吸ってまた膨らまして、これを繰り返してる。こういうふうにね、できてるかできないかっていうのは人によって個人差がありますから分かりませんけど、理屈はそういうこと。そしてこれをやるとどういうことになるかっていうと、ちょうど不意語のように力が出てくるんですね。どうなるかっていうとね、こういうふうに今演奏を国会上院を組んでるわけですけども、最初はこうなってくるんです。こうやってあら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 して、で最後寝ちゃうね。でそれが不意語のような活動ができてくると、これ自然に上がってくるんですよ。こうやって本当に自分で上げようと思わなくても、騒動なんか言ってこんなこと言ったらもうすぐ叩かれますけれども、自然にこうやって上がってくるんです。でそれと同時に気力がこうぐーっと上がってくるんです。ですから座禅というのは一回こういうふうにして、なんとなくこんなになっちゃうんだろうな、慣れてくるとそんなこともないんだけれども、こうなっちゃって、それからぐわーっと上がってくる。だけど普通の人はこうやってぐーっと上がってくるところまでいかないんだ。で座禅をすると気持ちが収まりますではなくて、それを超えて、さあいろいろあるけれども今日もやるぞ、やれそうだっていう、そういう元気を座禅からもらっていくんですよね。それが座禅だと思います。今3つ言いました。一つは座禅の形というのは何も特殊な形ではありません。普通に座って歩いている生活の姿をそのまま持ってきた。ただし足を折るということはここを意識しやすいようにしてるからですと。一つ。それから、基本的な注意として、眼というものが目は、心の窓って言いますよね。ですからパチパチ動くっていうことは心が動いてしまっている。だけども心を落ち着けてまぶたをやるというよりは、まぶたを動かさないくして心を落ち着ける方が簡単だから、そういうふうにした方がいいですよ。でちょっと難しいことを言いましたけれども、息の吐き方吸い方っていうのはそういうことにあって、最後座禅というのはこうじゃなくてこうなって、そして終わっていくというふうになると、1日のスタート、1週間のスタートが切りやすいというふうなことだというふうに思います。慣れてくると大体10分もしないうちにこうやってグーッとこうなってきますから、非常にあれですよ、有効ですよ、いろんな時にね。